はい、今日もね、裏に TM プロデュースさんで見ていただきありがとうございます。今日はね、通編制の感性の性感の結婚恋愛を見ていきたいと思います。こちらの動画でね、感性は最後ですね。そしてね、性感は男性だと子供、女性だと夫の星の意味がありますよね。そしてこの星の女性は夫の星というだけあり、非常にね、結婚恋愛に関しては敏感になる必要もあります。でね、性感が退化したりね、面識のバランスが悪いと、女性の方の場合は夫の縁が変わりやすく、女性の場合はね、恋愛関係や夫婦関係における波乱や別離がね、暗示される傾向があります。要するにね、恋人や夫の浮気にね、苦しめられやすいという傾向もあります。考え方がね、凝り固まってしまいやすく、柔軟性にね、欠けてしまうため、自分が思う正しさにね、そぐわないことでしたり、真面目さゆえにね、耐えられないことがあれば、うまくね、適応することができないことも多くあります。そういう状態が続きますとね、最悪ね、うつ病でしたり、精神的にね、体調を崩してしまうっていうこともあります。ね、プライドが高いためね、その反動ゆえにプレッシャーに負けてしまうことがあれば、なかなかね、気持ちが落ちてしまう可能性も出てきます。またね、性感性が退化したり、以前もお話した感性、性感、変換持ちの女性はね、観察混雑となって、健康面やね、金銭面においても支障が出てきます。女性の場合はね、夫の縁に恵まれることにもなりかねないです。ちなみにね、観察混雑の感は性感の感、殺はね、変換の別名、七殺から名付けられています。ですがね、こういったことはね、名式のバランスから出てきたもので、こういったののね、対策もありますので、こういったのね、対策は、名式のバランスについてもね、今後説明していきますので、どうかね、ご視聴の方よろしくお願いします。そしてね、この性感を現面に持つ女性はね、イケメン好きで、面食いが多い傾向があります。イケメン美女好きといえば、召喚もなんですけども、こちらはね、おしゃれな人、華やかな人を好みます。でね、召喚性の特徴を見てない方は、概要欄にね、URL を貼りましたので、見てみてください。それでね、性感は顔の作りが綺麗な人や、育ちや言葉遣い、身なりがきちんとした品のある人を好みますので、雰囲気イケメン、雰囲気美女も好む傾向があります。たびたびお伝えしますが、男性にとってはね、子供の星となります。女性にとっては夫の星となります。なおね、一般に子供の星とお伝えしましたが、性感はね、女の子、変感は男の子を表します。僕の相談者さんでもね、感性の方で奥さんがいる方は、これの影響が現れている方が多い傾向があります。で、このようにね、このチャンネルでは、今のあなたの本質、伸ばすべき長所と改善すべき短所や、人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚の悩みなど、自分自身がどういった人物なのか、自分はどんな性質を持っているかなど、そんなあなたの悩みをね、いい方向に裏のところに向かわせていく説明をね、このチャンネルではしていますので、自分自身をもっと知りたいという方や、知って幸せになりたいという方は、手助けになれるかもしれませんので、よかったら最後までご視聴いただきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回はね、通平性の恋愛や結婚について説明いたしますので、恋愛の星のみの場合はモテるんだけどとかね、それに、経験はあるんだけどとかね、結婚までなかなか進まないとかね、縁が薄いのかなとかね、付き合っている人を、結婚相手としては見れないなんてね、思うことはありませんかね。そういったこともね、踏まえてあなたのいい方向に行くかもしれませんので、最後までご視聴の方よろしくお願いします。性感の恋愛結婚の特徴ですね。じゃあます。より安定を求める。より安定を求める。稼ぎ頭になることも。稼ぎ頭になることも。感情に流されない。感情に流されない。仕事と恋愛の関係が深い。仕事と恋愛の関係が深い。結婚もですね、現実的になります。より安定を求めるで、パートナーにもね、ちゃんとしていることを望みますので、面食いのほか、職業が安定していること、稼いでいることを欲します。また、ベンチャーよりはね、安定企業を好みますので、基本的にね、脱サラして何か挑戦するという男性とはね、縁が薄い関係があります。稼ぎ頭になるってことなので、性感の女性はね、夫の星なので、仕事を頑張る分ね、夫を支えるという意味で稼ぎ頭となることも少なくありません。各個人の面識による違いはありますけども、仕事と恋愛がね、密接に関係している星になります。感情に流されないで、常に対面を重んじる性格のためね、激しい恋に落ちても一時の感情に流されることはありません。世間的に逸脱しない節度を保っている傾向があります。で、仕事と恋愛の関係が深い。で、若い時はね、奥手で受け身な恋愛になります。しかしね、恋愛経験が少なくても、社会に出てね、仕事をするようになると、急にモテ始める人も多くあります。性感の人特有のね、礼儀の良さと堅実さゆえにね、社会的な出世が早くて、異性からもね、一目置かれる存在になる傾向もあります。で、現実的ですね。結婚を前提としたお付き合いを望むので、男性にはね、誠実さや真面目さを求める傾向があります。性感女性自身もね、とてもしっかりしており、ロマンチックな恋愛を求める変感とは違い、現実的な考え方、現実的な恋愛を好みます。性感の人はね、本当にまっすぐで、常に正しくありたいと願っています。それでは今日のまとめですね。より安定を求める。稼ぎ頭になることも。感情に流されない。仕事と恋愛の関係が深い。現実的ですね。性感はね、家系の良さと相続を表す星ですので、一生通じて金銭関係は安定しています。その反面ね、この星は現状維持の意識が強いので、一代でね、多くの富をつかむということはありません。恋愛結婚はね、メインではないという考えを持ってたりもします。
世間一般でも結婚すれば幸せということもありませんし、旦那がね、嫁を幸せにするなんて思っていれば、いずれは関係が破綻すると思っています。女性が働くかやに関わらずね、とにかく人には期待しない、精神的に自立している姿勢が大事だと考える傾向があります。実際にね、結婚もね、相手に頼るというよりは、それよりはお互いにね、信頼し合って、何かをね、挑戦したり、何かを苦難をね、一緒に、乗り越えていくことが大事だと思います。確かに考え方にもよりますけども、何の悩みもそうですけども、大抵はね、お金で解決できるということもあります。いつまでもね、うじうじ悩んでないんで、自分で稼ぐ力を身につけることが、自由度を高めることにつながると思っている聖寛さんです。そういう意味でもね、仕事は本当に大事という考えを持つ星ではあります。ではね、今日はここまで。これで感性の説明は終わります。次回はね、通平星最後の星、学問の星、陰星について説明いたします。こちらもね、大変興味深いので見ていただけたらと思います。また感想などコメントください。全部見てます。で、概要欄にね、Twitter、Instagram のリンクも貼ってますので、今後配信情報など、都度更新していこうと思ってますので、登録の立ち追加よろしくお願いします。では今日はね、見ていただきありがとうございました。では、またお会いしましょう。バイバイ。